こんにちは、タトルです。今回はこちらの作品を解説していこうと思います。大きく分けて4つのステップで、解説していこうと思います。で、だいたい半日ぐらいで、作ることができたんで、参考になればなと、思います。で、大きく分けてステップが4つあるんですけど、1個ずつ、説明していこうと思います。で、1つ目がメインオブジェクトの決定と、構図の決定ですね。今回のメインオブジェクトはこの手になります。で、手でなんか、炎とか希望とか、情熱とかなんか夢をつかむっていうテイストの作品にしたかったんで、手を置いて、任意の形にして、中央に配置したっていう感じになります。で、最初、カメラがこの辺にあって、手とこの人の距離がまあまあ近かったんですけど、随時変更していった結果、この2階部分から見下げるっていう、結構空間を広めに見せてあげた方がいいなっていう、感じになったんで、最終的にはこの構図になりました。はい。どこまでメインオブジェクトを最初にこう作り込むかっていう感じなんですけど、この手だけだとイメージがつかめないってことで、最初プレーンを置いてこう結構ゴツゴツしたタイル張りの地面を置いてたんですけど、ちょっともうちょい神聖さがあった方がいいなっていうことで、この円盤状のこのプレートをモディファイアのミラーをこういっぱい使って、置いてですね、で周りに先ほど言ったその神聖さを出すって意味でこの大きな土台ですね、これを簡単に、インサートとエクストルードで作って、であと水とか置いたりして、神殿とかの奥地にあるような、場所をイメージして、作っていきました。メインオブジェクトはだいたいこれぐらいですね。はい。で、構図とメインオブジェクトは柔軟に決めていったっていう感じです。はい。で、次のステップ2がですね、環境の構築になります。で、この環境の構築にはですね、モデリングとテクスチャリングとキットバッシュ、アセンブルっていうんですかね、が、ごちゃ混ぜに組み合わさってきます。それが、このミニ灯籠なんですけど、で、これも前回の構想都市と一緒で、ある程度最初にパーツを作っておきました。はい。で、それをちょっとお見せします。はい。そのパーツたちがこの子たちなんですけど、こう見たら分かるようにここにあるんですよね、このパーツが。こういうのをバッとレベルをかけておいたのをこう作ってあると。で、こう柱もそうですね。拡大縮小したりしても耐えられるだろうなっていうパーツを作っておいて、階段とかはすごいめんどくさいんで、ブーリアンする前とブーリアンして整えた後のものを作っておいて、こっからこう持ってったって感じですね。で、このアセットブラウザーに僕登録しちゃって、であとはテクスチャリングだけするっていう、テクスチャリングだけすればいいよっていう感じに、もうしといて、本ちゃんのレンダーのシーンに持ってったって感じです。はい。で、それがこれなんですけど、テクスチャーも非常に簡単で、textures.com さんから持ってきたこういう模様のテクスチャにこういうダート系ですね、汚いテクスチャを噛み合わせてノーマルマップ作ってテクスチャリングしたっていう感じです。で、これもミラーを使って効率よく全部ミラーですね、全部ミラー使っておいて対称になるように配置してます。で、1個面白かったのと、意外といけたなっていうのがこの火のプレーンなんですけど、これミッドジャーニーでなんかリアルな火描いてみたいなのをお願いして描いてもらったやつなんですけど、意外と耐えれて、2枚重ねたらいけたなっていう。で、こっちは3枚重ねてるんですけど、なんか非常にリアルな絵を描いてくれたので、すごいありがとうっていう感じで、今回使ってみました。参考になるかどうかわからないですけど、ちょっと遠目なら使えるかなっていうのが分かった作品でした。はい。で、もうちょい外側にこう目を向けると、この階段はさっきの階段ですね。アレイで3つ並べて、これもテクスチャリング簡単で2つぐらい組み合わせてミックスで組み合わせたっていう
テクスチャーですね。でこの階段の脇にあるの柱も分かりますかね。先ほどの拡大縮小しても耐えられるだろうみたいな話をしたこの柱なんですけど、これを縦にポンポンポン4つ並べて、その上に、ビビルかけたプレートを置いて、これは新しく作ったちっちゃいお椀なんですけど、これを置いてその上にライトを乗せて、階段っぽくしたっていうものになります。でこの2階部分ですね。2階部分とこの壁はエンシェントストーンって書いてある、このビビルかけたプレートのテクスチャを流用して、ちょっと古代遺跡っぽく、そこまで映らないというかほぼ映らないんで、ちょっとゴツゴツした壁があるんだなっていうのを、ここで作ってますね。でここ地味に奥に向かって階段があるんですけど、ここに何もないただの壁だとすごい閉塞感があったというのと、あとこの物理的な空間の広がりっていうよりも、何て言うんだろう、感覚の空間の広がりが全くなくなっちゃったんで、ここに壁穴開けて、この階段、この広間以外にもこの通路があるんだみたいな、そういうのをちょっと連想できるようにここに階段置いてます。でこの分かりますかね、この手前の階段、人がいる階段と対称じゃなくて、この対称に置いちゃうとこの手の中心のオブジェクトとかぶっちゃったんで、あえて、ずらしてます。はい。でこのフレームはですね、もうすごく簡単で、もうベベルしまくったやつなんですけど、多分皆さんご存知だと思うんですけど、配列モディファイヤー置いて、でその後にカーブモディファイヤー組ませて、ここにあるカーブ選択してこうスライドで移動できるよっていう。でこれを3つですね、下にも置いて配置するのは見える場所だけでいいかなっていう感じですね。作り非常に簡単です。で、仕上げがですね、燃えてるんで、この手もこの灯籠も燃えてるんで、火花散らしたいなって思って、パーティクルで火花を散らしてあげました。でただパーティクル散らしただけだと、こう見たらわかるんですけど、点なんですよね。ただの点なんですよね。なんでここでモーションブラかけて、こうビャッと火花が飛んでるっていう感じになってます。これレンダーを見たらわかるんですけど、火花が飛んでるっていう感じになってます。はい、これがだいたいステップ2ですね。色味変えたり場所変えたりモデリングしたりしながら、ぐちゃぐちゃやってったっていう感じです。で次のステップ3がライティングなんですけど、ぶっちゃけライティングもステップ2の環境の構築と一緒にやっていきました。とは言いつつも、メインのライトはこれだけで、これスポットライトなんですけど、でこれはですね、このライティングの方法はマックス・ヘイというアーティストがいてですね、その方がスポットライトを1つ置く、しかも結構強めのを1個置いてライティングコントロールするっていう方法をされてたんで、今回それを参考に僕もやってみました。非常に簡単でした。あと調整が楽だったんで、個人的にはすごいおすすめですよね。1個だけスポット置いて、でこの中心あたりにカーソルを置いて 3D カーソルで回転できるようにして、こうギャンギャンライティングの位置を変えれるっていう。であとは他にもライトあるんですけど、火のあたりにこの手の中心と火の根元部分に結構強めのライトを置いて燃え盛っているっていうのを演出しています。であとはこの階段の柱の部分、これを置かないとすっごい暗かったというか、もはや黒つぶれしちゃってたんで、ライトを置いてここに階段があるよっていうのを示せればいいかなと思って、置きました。でさっきも言ったように、ライトの配置と環境の構築は結構柔軟にやっていきました。で最後のステップがレンダリング後のレタッチですね。レタッチはそれぞれ多分お好みのやり方があると思うんで解説はしないんですけど、Photoshop でレタッチしました。生のレンダーがこれです。でレタッチした後がこれです。はい。
という感じで、解説終わりになるんですけれども、多分このミラーとか、これベベルもかけてるんですけど、ミラーとかベベルを結構多用するっていうところですかね。あとはそうですね、このライトを 3D カーソルで動かすとか、リグを簡単に組むとか、あとはモデル作っとくとかですかね。それがやっぱり、こまめに作ったり、こんなニュアンスの作品作りたいなって思っといたら、空いてる時間であらかじめ作っとくみたいなのが僕はいいのかなって思います。はい。で、解説は以上になるんですけれども、前々回の動画ですね、高層都市の動画を、見てくださった方が、40人ほど、45人ぐらい、チャンネル登録してくださったんで、非常にありがたく思っております。今後も、ちょくちょく動画上げるんで、見てくれたら、嬉しいなと思います。はい、ここまで、見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。